はい、今回はインドネシア生活11年目の私がインドネシアで感じた辛かったこと、嬉しかったこと、それぞれよりすぐり3選について紹介したいと思います。インドネシアに関係する方、しない方、ぜひ聞いていってください。最初の辛かったことですけど、仕事に慣れるまでが辛かったです。僕は現地採用で今までやったことのない業種の会社に就職したんですけど、僕の部署に駐在員の方がいたんですけど、しばらくしてその駐在員の方が、日本に帰ると。で、会社が現地化するっていうことなので、後任の駐在員はもう置かないということになって、現地採用の僕とインドネシア人のローカル社員で仕事を分けてやれっていう風になりました。僕にとってはね、チャンスじゃないですか。起きたと。よっしゃ、やったろうって思って、やってたんですけど、最初はやっぱりうまくいかずに、その駐在員の方はいろいろアイデアが出てきて、で論理的で、火の打ちどころがないような感じだったんですけど、同じようにできるかっていうと、なかなかできずにですね、仕事も忙しかったんで、日々の仕事に追われてそれをさばくのにいっぱいいっぱいになってて、自分で仕事を作るとか、そういうレベルになかったですね。よくわからんのに指示して、で責任を取るみたいな感じで、たまには失敗しますし、プレッシャーもあって、だんだん鬱みたいになってきて、ほんまにね、朝もう仕事に行く足が向かんっていうか、仕事に行きたくねえっていう鬱ですね。そんな感じになってました。ほんまにね、病気にでもならんかなとか、もう会社爆発せんかなとかそんなん思ってましたね。 SOS を出せばよかったんかもしれないですけど、せっかく掴んだチャンスっていうのもあるし、ぐちぐち言うの嫌だったんでね、言わんかったんですよ。ほんなら誰も助けてくれんと。でどうしようもないんで、土曜日に休日出勤して、お金は出ないんですけど、1週間の仕事の振り返りとか、仕事の勉強とかして、なんとかねできるようになって、その辛さからは解放されましたね。はい、精神的に辛いだけで肉体的には辛くなかったんで、僕現場仕事してたので、精神的にも肉体的にも辛いっていうのが多々あったんで、それに比べたら大丈夫だろうって思いながらずっとやってましたね。なんとか乗り越えたんでよかったです。はい、次に辛かったことですけど、人間関係ですね。はい、人間関係ってもう本当にインドネシアでもあるんだっていう感じで、ちょっともうめいってしまったような感じですけど、人間関係っていうと職場だと思うんですけど、いじめというかその嫌がらせみたいなのは少なからずあったと思いますね。オフィス系のジメジメしたものっていうか、僕昔現場でね、人間関係っていうのはもちろんありましたけど、どっちかっていうとカラッとしてるっていうんですかね。胸ぐらつかまれたりとか、物飛んでくるとか、そんなんあるけど、誤解が解けてやることをお互いやればね、もう普通にそれで終わりなんですけど、今まで経験してたその人間関係と種類が違う感じでしたね。職種が違うからか、男性ばかりじゃない職場だからなのかちょっと分かんないですけど、そういうこともいくつかあったんで、しかるべき人に相談とかねすればよかったんですけど、陰口じゃないけど悪口言うとるみたいじゃないですか。何々さんに何々されたとかってね、そんなんかっこ悪くて男が言うもんじゃないと思ってるんで、だから言わなかったんですけど、そうすると結構続いたりはあったかな。ただインプルーブされて、そこから良くなったんで、良かったかなと思います。職場以外にもいろいろありまして、例えば運転手さんにボラれたりとか、警察に嫌なことされたりとかね、いろんなことがあって、日本では考えられないようなことがあって、人間不信になるっていうか、思ってたんと違うなっていう感じは受けましたね。だから人間関係でいうと結構孤独を感じてたっていうか、おもんないなって思ってましたね。
その時期がちょっと辛かったかなっていう感じです。はい。で、3つ目の辛かったことですけど、住居環境ですね。それが辛かったですね。これは就職する時にインドネシアに来たんですけど、最初の3ヶ月もう本当にクソみたいな物件に住んでたんで、それが辛かったですね。賃貸物件って賃貸サイトみたいなのに、そこのオーナーであったりエージェントとかがそこに情報を出してるんで、そこから引っ張ってくるっていうのが一番いいんですけど、僕そんなんあんまり知らんくて、ずっと前に留学に来た時にノープランでその辺適当に探して、でめっちゃええとこ見つかったんで、もうそのノリでね来てしまって、それで失敗して、もう時間もなくって本当にクソみたいなとこに住んでました。値段も高いし、でちょっとお金もなかったんでそれぐらいのとこしか住めなかったんですけど、部屋の内装とかは結構オーナーの趣味っていうのがあるんで、どういうオーナーなのかわかんないですけど、毛糸の素材でできたソファーみたいな、もうチクチクして座れないようなのがあったりとか、真っ赤でね、でお風呂場とかタイルが割れてて、お風呂入りに行ってんのに足がジャリジャリするみたいなったりで、洗濯機もなかったんでアパートのランドリーに出してたんですけど、いい服だけパクられるんですよ。それがね腹立って、仕事から帰ってジム行って帰ってきて晩酌して、その後お風呂場でねこの日着てた服を手洗いするんですけど、その時になんかこう何やってんだろうなみたいな、お湯も出なかったですしね。だから辛かったっていうと、その時のなんか選択してる自分をね思い出しますね。でその後自分の好みの部屋とか探して引っ越ししたりね、でアパートが狭くなってきたんで一軒家に引っ越してきたりとか、そんな感じでなんとかねやってきましたけど、辛かったといえばその3ヶ月ですね。はい。じゃあ気分も暗くなってきたところで、嬉しかったこと3選について紹介します。まず嬉しかったこと1本目ですけど、友達と家族ができたことです。友達から言いますと、ジムにいた人たちですね。特に1人中国人の住んでるマンションも一緒の人がいて、そいつと本当に友達になりました。で僕はあんまりその友達いらんわっていうか、あんまり広く浅くっていうタイプじゃなくて、もう本当にもう地元の連れがおればええやみたいな、そんな感じなんで、大学時代も1人か2人ぐらいしか友達いなかったし、そんな感じだったんで、インドネシアに来てね友達なんか絶対できんわって思ってたんですけど、できたんですよね。考え方も似てるし、クソみたいな男ですよ向かいの部屋っていうのもあって、よく遊びましたね。いろんなとこ行って、こいつとは本当に面白いエピソードがたくさんあって、滑らない話とかね本当はできるんですけど、ちょっと放送できないんで内容的に。友達ができる前とかは腹から笑ったこととかもなかったんでね、インドネシア来てから、そんなんができたっていうのがやっぱ良かったですね。はい。ジムでできた友達とかもいろんなところ連れてってくれたりで、困った時いろいろ助けてくれたりとか、だからなんか会社以外のそういう友達っていうのがすごいありがたくて嬉しかったです。はい。アホみたいな話しかしてないんですけどね、ジムであっても、それがいいみたいな感じです。あと家族については、嫁さん同じ会社なんでそこで知り合って、で結婚しました。で結婚して子供が2人生まれまして、たけしと愛車っていうんですけど、そういう風になんか家族持てたっていうのも嬉しかったことですね。はい。家族ができると嬉しいっていうのもねちょっとなんかバグってくるっていうか、よくわからんなってきて、ちょっと前にたけしがうんちが硬くて痛いんです、うんちするの嫌だって言ってね 2,3 日うんこしなかったんですよ。どんどん硬くなるからうんこしてくれって頼んでも嫌だ嫌だって言って泣いてですね、でやっと3日後ぐらいに説得に応じてくれて、
うんこしてくれたんですけど、その時嬉しくてねちょっと泣いたんですよね。なんか嬉しいっていうのがバグってるっていうかわけわからんなってる。年なんか何なんかわかんないですけど、だからその嬉しいっていう3選っていうことでこう並べてったんですけど、なんかね難しかったですね。たけしのうんことかって言ってもあれなんで、とりあえず一発目としてはその友達と家族ができたっていうことで、まとめております。はい、じゃあ嬉しかったこと2本目ですが、日本人カーストの呪縛が解けたことです。インドネシア来てからですけど、ずっとねその駐在員とのギャップに悩んでましたね。仕事の面と金銭面っていうの2つあって、で仕事の面については最初前いた駐在員の方みたいにできずに悩んでたんですけど、そんなんもできるようになって、で自分で仕事を作ったり自分の良さも分かったり、そんなんしてるとどうでもよくなったんですけど、金銭的な部分っていうのが引っかかってて、自分がいろいろやっていく中でその評価とかしてくれるんで、そこは別にいいかなと思うんですけど、やっぱり支出の面で例えば学費とか一時帰国費用とかそんなん自分で払わないといけないんで、なんかこう日本人カーストっていうんですかね、駐在員と現地採用みたいなのがあって、わだかまりみたいなものがありました。ただ会社のボスがねいろいろ言ってくれて、抱えてた呪縛が解けるっていうことがありました。なんて声かけてくれたんかもうちょっと覚えてないですけど大体こんなこと言うてたなっていうのがあって、要は会社の方針なんで駐在員にはできんと。ただ、今までの駐在員と比べて同じようにやってくれてるんで、そこは感謝してますと、そんなことを言われて、でそれを聞いて、自分ではそれなりにできるようになってたって思ってたんですけど、他人にもそういうふうに思われてたんだなっていうのが分かったからか、なんかわだかまりがそこで消えたんですよね。雇用形態が違うだけで別に人として劣ってるわけでもないし、もちろんその自分で払わないといけない部分とか、金銭的な部分で違いはあるんだけど、別に違いあったらこの分稼げばいいやんって、例えば会社で上限があるんだったら会社以外で副業で稼ぐとか、そうすればええやんって、そっからね思えるようになったんですよ。であとなんかその感謝しているっていう言葉が山本五十六の感謝して信頼せねば人は実らずみたいなフレーズがあるんですけど、感謝されてるってことは、僕も一通り、実ったんだなって前向きに考えれるようになって、それがね、嬉しかったんだと思います。そういう呪縛からも解けれなかったら多分インドネシアにいる理由もないっていうか、帰ってたんじゃないかなと思います。はい、続きまして嬉しかったこと3つ目です。これはチカランに移住したことです。はい、チカランっていうか、詳しく言うとデルタマスなんですけど、移住というか多分家を建てたことが大部分を占めてると思います。好きな間取りで好きなものに囲まれて、好きなように生きているっていう感じなんで、なんかこう居心地もいいですし、あと日本人学校とかこの間イオンもできましたけどね、そんなんが揃ってて子育てする環境が整って、やっとなんかこう地に足がついたみたいな感じですね。僕も嬉しいですし、家族もね、嫁とかも料理もしやすいでしょうし、みんな嬉しいんじゃないかなと思いますね。ここでね、子育てとか子供の成長を見たりとかね、そういうのが、そういう一日一日がなんか嬉しいっていう感じなんで、3番目に挙げさせてもらいました。いいとこですよ、力ね。ジャカルタ行きたかったら別に1時間ちょいで行けるし、蝶々捕まえたりね、
なんか魚取ったりとか、そんなのもできるんで、今後もどんどん日本人も増えてね、盛り上がっていけばいいんじゃないかと思います。振り返ってみれば辛かったことってね、本当に最初の1年ぐらいでしたね。ただそのモヤモヤが、カースト的なモヤモヤが消えるまではなんか 6,7 年かかったように思いますけど、ここからまたいろいろね楽しんでいければと思います。はい、今回はこれだけです。明日